はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日は3月2日です。はい、あっという間に3月になってしまいました。2月の記憶がありません、私は。皆さん2月ありました？あっという間にいなくなってしまった2月。はい、2月あったよね、みんなね。なんかもう本当にね、なんか時間が過ぎるのが本当早すぎて、ちょっと記憶がもうないです。はい。ということで3月になりまして、春なんですけれども、本当に東京ね、3日前ぐらいにすごく暖かくなって、もう一気に天気が変わりました。うん。お昼とかも太陽がすごく暖かくて、風も暖かくて、その春の匂いがします。春が来てるっていう感じがしますね。本当に先週とかマジで寒かったのに。はい、ということで、まあ、ね、暖かくなって春は私は好きなんですけど、でも冬が終わってしまうっていうのはちょっと寂しいなっていう気持ちはありますけどね。はい。皆さんね、3月も頑張っていきましょう。はい。今日はですね、また、ペイトリオのメンバーからリクエストいただきましたので、こちらをお答えしていきたいと思います。はい。今回のリクエストなんですけれども、日本の学校給食について教えてくださいということでした。はい、リクエストありがとうございます。学校給食ですね。皆さん給食って何って思ってる方いらっしゃると思うんですけど、給食っていうのは学校で配られるお昼ご飯のことです。はい。日本では小学校、中学校かなで給食が配られます。はい。なので、お弁当とかはいらないということですね。私は高校からプライベートスクール、私立だったので、お弁当ありましたけど、どうなんだろうね。国がやってる学校で給食があるというイメージですね。はい。で、私は小学校、中学校はプライベートスクール、私立ではなくて、公立に行っていたので、もちろん毎日毎日給食がありました。で、給食っていうのは、どこで作られているかというと、小学校の中で作ってるところもあるし、区とか市でもういっぱい作って、それを近くの小学校に運んでるというパターンもあります。私の小学校をね、調べてみたんだけど、ちょっとどっちかわかんなかったんだけど。とにかく、でも私の小学校はすごく美味しかった。中学校もすごく美味しかったです。たまにね、めちゃくちゃ美味しくない給食があるらしいですよ。私の住んでるところはすごく美味しくて、毎日毎日楽しみにしていました。うん。で、どういうメニューかというと、小学校から中学校っていうことは、だいたい7歳から15歳ぐらいまでの子供たちになるので、栄養がかなり高いメニューが、作られています。で、プロの栄養士さんが、毎月毎月考えて、メニューを作ってくれていました。特にその小学校とか中学校の時は、体が大きくなりますよね。成長期です、皆さん。なので、カルシウムが特に多いメニューだったそうですよ。で、月に1回、月の一番最初の時に、今月の献立っていう紙が配られるんですよ。もうすごい思い出した。20年前ぐらいの記憶ですけど、3月の献立っていうプリントが配られるんですよ。献立っていうのは、メニューですね。ご飯のメニューのこと。で、3月1日はなんとか、3月2日はなんとかっていう風に全部書いてあって、まず子供たちはその紙が配られて、自分が好きなね、料理がいつ出てくるのかっていうのをチェックして、この日は休めないとか、そういう風に考えていました。
特にね、デザートが出るときと出ないときがあったんですよ。だいたい一つの給食で、メイン料理と、スープと、まあ、小物サラダとかがあって、だいたい3つか4つぐらいの、その、なんていうの、料理が出てくるんですよね。で、デザートがあったりなかったりするんです。で、飲み物は必ず牛乳。パック牛乳なんですよね、ちっちゃい。が絶対に出てくるんですよね。で、デザートの時はもうみんな絶対に休まない。で、特に、何かの記念日。例えば3月だと3月3日はひな祭りっていう、イベントがあるので、ひな祭りだったら、そのひな祭りのお菓子が出てきたり、バレンタインの時はチョコレートケーキが出たり、クリスマスの時もケーキが出たりするんですね。もうその時は絶対に休まない。思い出した。うん。でね、みんなが好きなメニューは大体カレーですね。一番人気メニューはカレー。あとは、ジャージャー麺っていう麺の上になんかこう、ソースみたいなのがかかってる美味しいなんか麺があった。うん。あとトースト系も人気でしたね。パンももちろん人気でした。はい。もうスープとかも和、洋、中でいろいろなものが出てきて、すごく美味しかったですね。うん。ただね、私がすごく嫌いだったのが、えーっと、ちょっとね、今、夕方なんですけど、子供たちが、帰ってる時間みたいなんですけど、今までにないぐらい外が騒がしくて、ちょっと子供たち元気ですね。はい。ちょっとうるさいかもしれないんですけれども、ご了承ください。はい。私が嫌いだったね、メニューは、切り干し大根っていう、サラダなのかよくわかんないけど、なんか大根が入ってる、なんかメニューがあったのよ。切り干し大根っていう。マジで美味しくなくて。本当に嫌いだったの、私その時。マジで誰でこんな作ったのとか思ってたけど、でも結構みんなパクパク食べてたから多分私だけ嫌いだったと思う。切り干し大根。今でも覚えてる。あとはピーマンが嫌いだったから、ピーマンが入ってるピザトーストとか嫌いだったね。はい。で、あと私は結構、あまり食べられないタイプの、体が小さくて、あんまり食べられなかったので、あの、いつも少ない量しか食べてなかったんですよね、ご飯で。で、少なめにしてもらって、でもやっぱり、食欲がないわけではないんですよ。でもなんか食べられないんですね。でも飲めるから、牛乳じゃんけんっていうのに毎日参加してて、牛乳じゃんけんっていうのは、牛乳って、だいたいクラス全員分配られるんですよ。一クラス。で、だいたいクラスって30人ぐらいなんですよね、私の学校は。でも、休みの人とか絶対いるんですよ。だから、1個余るとか2個余るっていう時があって、でそうすると牛乳じゃんけんっていうのが開催されて、じゃんけんで買った人が牛乳2個目を、その休んだ人の分のものをもらえる。他にもね、デザートじゃんけんとかもあったんですけど、私は必ず毎日牛乳じゃんけんに参加して、で、連続20日間ぐらい、20日ぐらい連続で勝ったという記録を持っています。はい。ね。多分ね、そのおかげで私結構身長が伸びたんじゃないかなって思うんですよね。本当に小学校の時はちっちゃかった。クラスでなんか1番2番ぐらいちっちゃかったんですよね。うん。そうそう。でも毎日毎日牛乳じゃんけんに出て、じゃんけん強くて勝ってたんで。うん。そう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 。そんな思い出。で、給食って、給食当番さんっていう人がいて、その人たちがいつも準備してくれてたんですよ。はい。給食当番っていうのは、クラスの中でだいたい5人ぐらい選ばれて、給食を配る係ですね。うん。で、中学校の時はね、ちょっとまた違かったんですけど、私は。小学校の時は、だいたいクラス30人いて、あの30人だから6個のグループに分かれるんですよ。5人グループですね。班って言われるんですけど、1班、2班、3班、4班、5班、6班って言って、6個のグループに分かれるんですよ。で、今週は1班の人が給食当番。
来週は2班の人が給食当番って言って、順番にみんなで給食当番を、担当していったんですね。で、給食当番になると何をするかというと、白い、割烹着っていうものを着るんですよ。なんていうの、イメージ的には、科学者が着てそうな白い、そう、服に、白い、なんていうの、パン屋さんが被ってそうな白い帽子を被るんですよ。ほんとマッシュルームみたいな帽子を被って、髪の毛とか全部出さないようにして、出したら先生に怒られるんですけど、全部しまって、白い格好して、手を洗って、給食を取りに行くんですね。給食の場所があったんで、配られる場所。そこ取りに行って、じゃあ私スープ係。じゃあ私はご飯係みたいな感じで、ご飯をみんなに配ってあげるっていう係があったんですよ。給食当番。そう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 。で、そう、給食当番は、全部食べ終わったら、全部また綺麗に片付けて、その元の場所に戻すまでが仕事でしたね。そう。懐かしいな、給食当番とかね。めんどくさかったけどね。なんだかんだみんなで一生懸命やって楽しかった記憶があります。はい。みんなの国はどうですか？給食とかありましたね。どんな感じでしたかね、給食。はい。給食の時間はね、やっぱすごい楽しかったですね。さっき言った通り、グループを作るんですけど、グループで食べるんですね、給食の。1班、2班、3班、4班、5班、6班。この6個のグループで、食べるんですよね。だからその班のメンバーが、例えばすごく仲いい人だったら、もう給食の時間もめちゃくちゃ楽しいんですよ。とか、班の中にね、ちょっと好きな男の子とかがいたら、めちゃくちゃ楽しいんですよね、やっぱり。そんな思い出ばっかり。で、ちょっと嫌いなものがあって食べられないってなったら、先生に内緒にして、隣の子にあげるとかしてましたね。はい。そんな記憶。給食食べたいな。美味しかったな。また私はね、牛乳ばっかり飲んでたんですけど、カレーはやっぱり好きだったな。あとあんまり記憶にないね。中華丼とかも美味しかった。麻婆豆腐も美味しかった。あと豚汁も美味しかった。あとなんだろうね。あとフィッシュサンドみたいな、フィッシュバーガーみたいなのもあって、それも美味しかったですね。はい。そんな感じで給食のお話でしたけれども、皆さんのね、国でも、どんな給食があったか、どういうシステムがあったか、ぜひ教えてください。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりにします。はい。今日話した話、トランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、YouTube には、このポッドキャストの、いろんな国の字幕、日本語の字幕もありますので、もしこれがちょっと難しすぎるっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube の方見てみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。で、YouTube でまた新しい動画をどんどんアップしていきたいと思います。しばらくは多分日本語のレッスン動画になるかなと思うので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい。で、あと、ちょっとゲーム実況を始めようかなと思ってるので、気が向いたらやりますので、またアナウンスします。はい。こんな感じかな。はい。またリクエストお待ちしております。はい。今日はこんな感じで、また次回。さよなら。